はいどうも皆さんこんにちは。機動配信エリックです。今回紹介するのはアルカカルティ。ランナーの枚数が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 交換用フェイスパーツ、ディスプレイスタンド。それでは早速組み立てていきましょう。はい、というわけでアルカカルティ完成しましたので、まずはノーマルモードの紹介からです。パーツを取り付けてない、素の状態のことですね。基本的なジョイント穴とかは今までの13ニッツシスターズと変わらないんじゃないでしょうか。多分ね、まだティアー社しか組んだことないんでちょっとあんまり比較のしようがないんですけれども、基本的な部分はだいたい同じなんじゃないですかね。前髪についているヘッドギアは、このようにね前髪ごと取り外せるようになっていて、ここからさらにねこの部分の前髪を取り外してフェイスパーツを交換するみたいな感じです。個人的にはこのね前髪がついてない状態も結構好きな感じですね。フェイスパーツは計3種類付属してきます。はい、そしてこちらが本体外の付属品になります。一目見てわかるようになかなかの大ボリュームですね。こちらの右側にあるねバックパックユニット、これらが装備をつけた状態、カルテットフォームというんですが、その状態にするために取り付ける各種装備品ですね。こちらのブースターや、ウィングを兼ねる、ハンドガンとかね、あとはね各種ジョイントとアーマーだとか、一部パーツはリシェッタの流用パーツがあったりしますね。でこちらの左側のパーツの一部とかも胸部パーツとか前髪パーツとか尻尾とかね、リシェッタと同じパーツが付属してきます。そしてねこちらのハンドパーツもかなりの充実ぶりですね。本体についているものと合わせて計6種類のハンドパーツもついてきますね。そしてこちらのパーツ、胸にね取り付けられるパーツなんですが、なんとね、このパーツに交換することで、このボディ部分にね 3mm 穴のジョイントができまして、13ミニッツシリーズのね各種アーマーを取り付けたりすることができるようになるという画期的なパーツですね。1個パーツの紹介抜けてましたね。こちらのパーツ、このパーツを使えば、先ほどのねこの胸部アーマーと組み合わせて使うことで、さらにね幅広い種類の13ミニッツシリーズのアーマーを取り付けることができるようになるというパーツですね。これもまた画期的なパーツですね。それではこれらの各種パーツを取り付けてカルテットモードという状態にしてみたいと思います。はい、というわけでこちらが各種装備を取り付けたカルテットフォームになります。この状態だとねちょっと自立が難しいので、付属のスタンドを使用しております。このウィング状のパーツを取り外して、はい、このように取り外したウィングをハンドガンとして手に持たせることもできます。この装備の一部がね武器になるっていうのはいいですね。さらに各所に取り付けられているこちらのウィングパーツですね。
これらを全て取り外して、はい、こちらのアタッチメントパーツにこのようにウィングを取り付けていくことで、はい、こんな感じの大型のクローに組み替えることも可能です。このようにね、組み替えることでウィングパーツが大型のクローになるというね、なんとも大胆な武装ですね。でこちらのクロー用のパーツとウィングパーツは余りが1つずつ出るので、はい、このように爪の数は1個減ってしまいますが、両腕に装備させることもできます。2つ買えば3本爪を両腕に装備できるといった感じですが、このね1個で買ったとしてもクロー用のパーツが2つついているのはなかなかポイントなんじゃないでしょうか。バックパック部分はこちらがですね、このようにサブレックとして展開するようになっていまして、いわゆる4脚形態に変形させてスタンドなしで自立させることもできます。はい、最後に各種パーツを自由に使ってちょっとカスタマイズしてみました。このキット一つだけでもこんな感じのね、見本とは全く違ったカスタマイズが楽しめるようになっています。非常にボリュームのあるいいキットですね。はい、というわけで13 Minutes Sisters アルカカルティの紹介でした。今回はシスターズシリーズ初のバリエーションキットということでね、僕としては非常に満足できたキットです。立ち位置的には13 Minutes ミッションでいう陸戦仕様、空戦仕様みたいな、ベース機体に各種パーツをプラスしたキットになるんですが、13 Minutes の時もそうだったように、こちらのキットシスターズを初めて買う人には特におすすめしたいキットです。これ一つでシスターズを楽しむためのパーツが一通り揃うんで、迷ったらこれを買えば間違いないですね。今回は入荷数が今までよりもかなり多くなってるみたいなので、バンダイさんも結構気合を入れてくれたんじゃないでしょうか。ありがたいです。いつかこのキットがお店でいつでも見かけられるようになるのが理想的なんじゃないでしょうか。というわけで今回の動画は以上です。動画をご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。Twitter と Instagram の方も更新していますので、よろしければそちらのフォローもよろしくお願いします。皆さんの熱いコメントなどもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。機動配信エリック、どうもありがとうございました。